はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、ほんと少し秋らしくなったかな。お元気ですか？はい、よかったね。柴崎もおかげさまでね、この通り、元気に絵を描いてます。今日はね、柴崎がこの10月の3日からね、6日間、個展を行うんですけども、その作品を描きます。東京西新宿のヒルトン東京のね、地下にある画廊です。とても素敵なとこですよ。そこでね、展示します。ちょっとね、たくさん、見に来てくださる予定なので、混乱を避ける意味でね、事前予約制ということで、おいで願ってます。ね、概要欄、ちょっと見てですね。もちろん無料ですから、予約しておいでくださいね。今ね、ちょっと見たところね、午後から夕方あたりね、まだ大丈夫そうですからね。その辺、重点的に狙ってきてください。もう柴崎もお待ちしてます。ではね、今日は素敵な、果物のある生物がですよ。では、じっくり見てくださいね。さて、ではね、書いてみましょう。今日はですね、お水と絵の具をたっぷり使ってね、もう水彩の一番の魅力、ウェットインウェット、にじみですね。その効果をね、十二分に活かして描いてみようと思います。ほら、ね、もう話し始めた途端にもう、ね、綺麗に滲んできたでしょ。ほら、見てください。ね、もう透明水彩がね、なんたって素晴らしいのはね、この水の効果なんだよね。水と絵の具がね、この織りなす、この自然なにじみですね。はい。今日は窓辺のね、生物を描いてますよ。今こう塗りながら白い線が見えたでしょ。ここはマスキングインクというのを塗ってあります。ね。だから細かい形はね、こうしてあらかじめ作っておきますので、もうウェットはね、もう何の心配も躊躇もなくね、大胆にやることができます。よいしょっと、ここら辺は明暗の関係で壺の形を描いてますよ。はい。ほら、ねえ、色がふわーっと滲んでいきます。こう、絵の具をね、動かすためにこう紙を斜めにしたりしてね、自然な重力を生かして、絵の具を広げるという方法も水彩の楽しみですね。はい。ではこっちたっぷり今から塗りましょうね。カーテンですね。よいしょっといっぱい塗りますよ。はい。ね。本当にすごいですね。もう画面にさーっと絵の具が広がるでしょ。こんなんです。そして乾かないうちに次の色ですね。ウェットインウェットですよ。さあ、どんどん色がね、混ざってきます。どんな風に変化するかね、ここ面白いからね、柴崎も頑張って描きますので、ゆっくり見てくださいね。もうどんどん色を加えます。はい。こうですね。明るい色から、そして暗い色という順序ですね。ポンポンとこう絵の具を入れ、ちょっとほっとくと滲むでしょ。これが本当に楽しいんですよね。はい。さあ、色をどんどん乗っけていきます。そして、また紙を斜めにしたりして、こう自然にこうウェットね、絵の具が広がって混ざっていくのをしばらく待っています。よいしょ、どうかな。ほら、ねえ、きれいに混ざったでしょ。はい。ではちょっと乾かしますね。はい、乾きました。
乾くと色が少し薄くなります。これが水彩の特徴ですね。今水をパパーっと弾きましたよ。はい。ほら、また水を加えてます。水を加えてからもう一回ですね、ウェイトウェイトです。またほら、滲み始めましたね。水彩は紙が乾いても、また水を加えてあげれば、またウェットウェットができるんですね。はい、霧吹きで水を加えましたよ。そしてまた混ぜてます。ほら、混ざってる混ざってる。はい。では、ここで乾かしましょう。どんな風になったかな？はい。ほら、こんな感じです。ね、自然な滲みの効果ですね。はい。では、少し今度は、具体的な形を描きましょうね。こういうね、ものを描くときでも、滲み、この滲み、ウェットウェットですね。ほら、微妙に色が広がるでしょう。こういう効果って何度も言う通り、もう透明水彩しかできないんだよね。もう絵を描く画材ってね、いろいろな種類ありますけども、透明水彩はね、もうこれがね、本当に得意なんですよね。綺麗ですよね。はい。また滲ませてますよ。画面が乾いてないことがわかるでしょ？はい。だから滲んで広がっていくから、微妙な色がね、画面の上で混色されるんですよね。ここがね、本当に面白いんですね。はい。またこっちもね、もう徹底的に滲みの効果で描いていきます。ほら、細かいとこもよく見ると、みんな絵の具が滲んでいくでしょ？ウェットウェットですよ。さあ、これは何かな？はい。そうですね。オレンジですね。はい。ここも滲ませましょう。スッスッスッスーっと、わーっと滲むね。はい。どんどんね、素敵なオレンジね。窓からの光を浴びて輝いてるね。素敵なオレンジを滲みの効果で描いちゃいます。さあ、どんどん行きましょう。はい。まず基本色を塗ってから乾かぬうちに次の色を加えるんですね。はい。この後ろのつぼも同じような感じで表現しますよ。こっちにもちょっとオレンジ描こうかな。ね。オレンジたくさん描いていきましょう。はい。さあ、たくさんオレンジができてきました。では今度はつぼを描きますね。色を加えたり、優しくね、色を取ったりね。そんな感じです。はい。じゃあちょっとつぼの模様を描くね。藍染めのね、素敵なつぼにしたいと思います。こうだね。さあ、では床ですよ。もうこういう白いとここそね、もう先ほどから言ってる、たっぷりのお水、たっぷりの絵の具のね、大胆な調整ができるんですね。はい。パパーって絵の具を飛ばしました。もう、とにかくね、水彩描くときは、もう水彩絵の具を楽しむという気持ちだよね。うん。はい。このね、ここにも果物をちょっと描くね。はい。どうでしょうか。だんだん具体的にいろいろなものの形が見えてきたかな。うん。でも、こうやって細かく表現する、その前段階としては、ウェットウェットだよね。さあ、行きますよ。
たっぷりです。もう、たっぷり、とにかくたっぷりです。よいしょっと、こうだね。のびのびと、塗ってきます。はい。それぞれのモチーフの逆光のその影ですね。そしてほら、乾かないうちにウェットウェットですよ。こうです、こうです。このね、ウェットウェット、もうタイミングさえつかむとね、本当に容易に描けますからね。ぜひやってみてくださいね。ねえ、もう水彩は水彩しかできない美しさってありますね。はい、こっちもです。日陰の面はね、一気にこう塗りましょうね。もう全部乾かないうちにいじっていきます。もう暗い色もね、大胆に、強い色も大胆にですね、加えてにじませてみましょう。このウェットウェットってのは、だからあんまりこう筆数が多くない方がいいんだよね。できるだけこう割り切った色塗りですね。そして水の力で色が広がるのをしばらく見てるということも大事ですね。はい。では、後ろのね、マスキングを剥がしましょうね。はい。こんな風になりますよ。白い形が見えたでしょ。では、ここに、その白く抜いた形に合わせて、ちょっとずつね、色を置いていきます。窓辺にあるね、こう、優しげなね、細かい葉っぱの植物ですよ。どうかなね。はい。ここをちょっと洗うね。洗ってここにもちょっと果物描こうかな。うん。はい。ちょっと小さめの果物ね、描いていきます。さあ、だいぶ全体が見えてきたかな。ウェットウェットね。にじみの効果の面白さが伝わったかな。ね。はい。どうかしら。さあ、では、最後の大きなウェットウェットですよ。たっぷりのブルー紫。そして赤オレンジ。さあ、どんどんにじみますね。塗ったらちょっとね、間を置いてあげるっていうのが大事ですね。はい。床の側面です。ね、本当に綺麗ですね、にじみの効果って。さあ、よいしょっと取って、どうかな？ちょっと顔出して、はい。ね、光が見えたかな？では、ちょっとサイン入れますね。はい。今日はウェットウェットの効果を徹底的に使ってみました。よいしょっと。はい。では、これで、はい。出来上がりです。はい。書き上がりました。よいしょ。ね。美味しそうでしょ？もう、ウェットウェットのお話しましたね。もう、水彩の魅力です。はい。この作品ね、展覧会の会場に、飾りますので、見に来てくださいね。これ以外にもね、生物がいくつかね、予定します。いろいろあるからね、きっと面白いと思いますよ。はい。ということで、今回は柴崎がこの10月3日から東京西新宿でね、個展を行う。その作品を描いたということでした。はい。ではね、展覧会お待ちしてます。
はい、どうもありがとう。はい、またすぐお会いしましょうね。はい、ありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴アツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。